もしこの先一生自分の名前を名乗れないとしたらあなたは耐えられますか？ 1967年7月14日、舞台はアメリカネブラスカ州立刑務所。夜遅くひっそりと響いた金属音。誰にも気づかれることもなく響いたその音は刑務所の窓の鉄格子が外される音でした。ほどなくして窓から姿を現したのは囚人服姿の男2人。そのうちの1人はウィリアム・レスリー・アーノルド。当時から8年前に第2級殺人の罪で終身刑を言い渡された青年でした。刑務所内でも模範囚として一目置かれており、今後仮釈放の可能性も考えられていたウィリアム。しかしその真面目な態度は全てこの日のため。そう、看守たちの目を欺いたウィリアムは脱獄を決行したんです。走るぞ！引き連れていた仲間の囚人に小声でそう促すと、有刺鉄線のフェンスへ向かって走り出したウィリアム。この後彼はなんと43年間逃げ切り生涯を終えるんです。死ぬまで逃げ切った脱獄犯ウィリアム・レスリー・アーノルド。自由を手に入れた彼の知られざる生涯とは。刑期を全うせず警察を欺き続けたその人生、本当に幸せな人生と呼べたんでしょうか？おざっす。部屋はグレーの家具が結構好きかも。ケンちゃんです。今日のおソース適当じゃない？いや、みやこ出す。どういうことで適当って？いつもはさ、ふわーさーっていつも言うのに、今日はあざっすぐらいだった。そんなことない。本気かどうかってボリュームの大きさで語られない。その心を込めたおソース。そう、内容とか一挙手一投足、言霊、立ち居振る舞い、全てに現れるんで、今回ご紹介するのは脱獄して一生逃げ切った殺人犯ウィリアム・レスリー・アーノルドについて。初めて聞いた。脱獄してそのまま逃げ切ったって大体捕まってるじゃない。しかも殺人犯が逃げ出したって言ったら結構世間の人は怖かったんじゃないの？どう過ごしてたのか気になるわね。そのウィリアムがですね、どのように逃げ切ったのかっていうのは彼の死後、彼の息子が暴いてくれたんです。その息子、一体どのようにして自分の父親の本当の正体にたどり着いたんでしょうか？父の正体。2018年、アメリカ・イリノイ州ミシガン湖のほとりに広がる大都市シカゴ。ジョン・デイモンという人物を知りませんか？ある孤児院の職員に一人の男性の写真を見せてそう尋ねた青年。施設に居合わせた職員はその場に集まり、皆青年の持っている写真を凝視しますが、誰もが首をかしげていました。調べてみましたが、ここにそういう名前の子供がいたことはないですね。申し訳なさそうにそう告げた職員。青年は小さくため息を漏らしますが、気を取り直したように礼を言うと孤児院を後にします。ここもダメだったか。そう、オーストラリアからここシカゴへやってきた青年ルーカスにはある目的がありました。それは自身の父ジョン・デイモンの出生を探ること。当時から8年前に父ジョンは血栓症を患い死亡。その日以来息子のルーカスはあることがずっと気になっていたんです。俺は父さんのことを何も知らない。そう、父ジョンは家族に自分の過去を一切語ろうとはしませんでした。それはまだルーカスが10代半ばの頃、彼はその日オーストラリアブリスベンの自宅でもう何時間もピアノに向かい続けていました。くそ、なんでここだけ弾けないんだろう。ジャズの名曲を練習していたルーカスはその曲の中のあるワンフレーズがどうしても弾けずにいたんです。何度繰り返し練習してもそのフレーズに差し掛かると必ずつまずいてしまうルーカス。そうやって彼が悪戦苦闘しているとピアノに近づいてきたのは父ジョンでした。指の動かし方が違う。ほら、こうやって弾いてみろ。ルーカスの隣に立ち何気なく鍵盤に触れた父ジョン。自分が何時間練習しても弾けるようにならなかったそのフレーズをいとも簡単に弾いてみせた父親にルーカスは一瞬ムッとした表情を浮かべます。ただ次の瞬間、彼はまた別のことが気になっていたんです。そういえば父さんはどんな風に音楽を始めたの？どんな活動をしていたの？ルーカスは父ジョンが若い頃から腕の立つサックス奏者だと聞いていましたが、具体的にどんな活動をしていたかは一度も聞いたことがなかったんです。そしてルーカスにその質問をされた父ジョンはなぜか苦笑いを浮かべこう言います。昔のことは話したくないんだ。アメリカにはいい思い出が一つもない。父ジョンはもともとカリフォルニア州ロサンゼルスでセールスの仕事をしていましたが、ちょうどルーカスが生まれた頃にニュージーランドへ移住。その5年後にはオーストラリアブリスベンへ移り住みます。そしてなぜか家族にそれ以前の話を一度もしたことがなかったんです。そんな父ジョンが自身の生い立ちについて話した唯一の言葉が次の一言。俺はシカゴの孤児院で育った。その他のことは何も語りたがらなかった父ジョンですが、このことだけは繰り返し子供たちに言って聞かせていたんです。こうして父ジョンの死から8年、ずっと彼の素性が気になっていたル
ルーカスはついにシカゴを訪れました。しかしもうシカゴの孤児院は全部回ったか。そう、ルーカスがシカゴ中を走り回っても父が暮らした孤児院は一向に見つからなかったんです。ルーカスの父親って一生捕まらなかった脱獄犯よね。そんななんか逃げんのうまかったら偽造してそうじゃない？なんか孤児院だったっていうのも嘘なんじゃない？もしかしたら。そうなんです。この後ね、ルーカスはですね、自分の父親の出生に関する不穏な事実に気がついてしまうんです。結局シカゴ中の孤児院を回っても父ジョンの素性は分からず、次にルーカスが訪れたのはシカゴ市役所でした。彼は市役所で出生証明書を見せれば父親がどこで暮らしていたかを調べてもらえると考えたんです。しかし父ジョンの出生証明書からデータを探った職員から返ってきた答えはルーカスの予想だにしないものでした。この出生証明書は偽造されたものですね。そう、1941年にシカゴ市内で生まれたはずのジョン・デイモンは実在しない人物だったんです。シカゴの孤児院で育ったという父ジョンの話はまるっきり嘘でした。父さんが僕ら家族に話していたことは全部嘘だった？じゃあ父さんは何者なんだ？こうして父ジョンへの疑念を強めたルーカスはこの次にある方法を使ってその正体を確かめようとします。その方法とは遺伝子系図のテスト。 DNA 検査結果をオンライン上にアップロードすることでサイトに登録されている DNA と比較して自分の近親者を調べられるサービスなんです。有名なのは 23andme ancestry.com など。もしかしてこの遺伝子系図を使ってお父さんの元々の家族を探すってこと？そうなんです、そしてルーカスはですね、このサービスを使ってつながった人たちの話を聞いて驚愕する羽目になるんです。ルーカスは遺伝子系図のサービスを通じアメリカミズーリ州に住む父ジョンの兄弟を見つけ出すことに成功。2022年8月、その男性とビデオ通話で話す約束を取り付けます。はじめまして、あなたが父の。画面に映し出されたのは立派なヒゲを蓄えた男性。しかし男性は父ジョンの兄弟と呼ぶには少し若すぎるようにも思えました。そして怪げそうに画面を見つめるルーカスに向かい、その男性はこう自己紹介をしたんです。はじめまして、私の名前はマシュー・ウェスト・オーバー、ネブラスカ州オマハの連邦保安官代理です。いきなりのアメリカの連邦保安官からの連絡にあっけに取られるルーカス。すると保安官代理のマシューは続けてこう話します。君のお父さんの本名はウィリアム・レスリー・アーノルド。50年以上前にネブラスカ州の刑務所を脱獄した殺人犯です。そう、脱獄犯のウィリアムを探すため彼の兄の DNA データをアップロードしていたのは保安官代理のマシューだったんです。父親が生い立ち語りたがらないって思ってたら、実は殺人犯でしたってびっくりだけど、ショックじゃない？自分がその立場だったら。しかもね、知らずに一つ屋根の下で一緒に暮らしてたと思うと、ゾッとしますよね、普通ならね。こうして父ジョンの正体が脱獄犯のウィリアムだと明かされてしまったわけなんですけれども、そもそもなぜ若き日のウィリアム、殺人を犯してしまったんでしょうか。怒りの爆発。1958年9月27日、ネブラスカ州オマハ近郊のとある民家には、ある少年とその母親が言い争う声が響いていました。あんたはまだあんな貧乏人の娘と付き合ってるの？さっさと別れな。激しい怒りの声を上げる母親を前に悲しげな表情を浮かべるその少年はウィリアム・レスリー・アーノルド。彼はこの日ガールフレンドとのデートのため母親に車を貸してほしいと願い出ました。するとその話を聞いた母親は大激怒。母親はウィリアムのガールフレンドの家柄を理由に2人の交際に反対しており、デートのために家の車を使うことなど許すはずがなかったんです。母さんはいつもそうやって俺を言いなりにしようとする。自分の恋人ぐらい好きにさせてくれよ。ウィリアムは口答えこそしないものの母のその態度に憤りを覚えていました。そう、ウィリアムの母は昔から異常なほどに過干渉で、息子が自分の思い通りに動かないとヒステリーを起こすほど。それは今から思えばある種の精神疾患だったんです。母親に抑圧されて育ったことがウィリアムにとって悪影響だったって話？そうなんです。そうだとしてもね、この後のウィリアムの行動にはちょっと驚かされることになるんです。怒りをあらわにまくし立てる母親を前にウィリアムは一度その場を立ち去ります。ただ彼はまたすぐに母親のいるリビングへ戻ってきました。母さん、俺彼女のことは本気なんだ。これでも分かってくれない？そう呼びかけたウィリアムの声に振り向いた母親。するとリビングの入り口に立っていたウィリアムは母親に向けライフルを構えていました。なんでやねん。そう、ウィリアムは武器庫にあったライフルを持ち出すことで母親に自分の真剣さを伝えようとしたんです。しかし、あんたはバカか？私を脅そうってのかい？バカにしたような笑みを浮かべ、そう言った母。うてっこないと自分を嘲笑うその態度にウィリアムはすっかり頭に血が上ってしまうんです。脅しじゃない。
そう叫んだ瞬間、ウィリアムは引き金を引いていました。気がついた時には目の前で血を流し、もがき苦しんでいた母親。そんな。そこからウィリアムは母の苦しむ姿を見ていられず、続けざまに5発発砲。その後帰宅した父親にもとっさに発砲し、両親を立て続けに殺害してしまうんです。脅しのつもりが弾みで引き金引いちゃったなんてことがあるかしら。脅しだとしても銃なんか持ち出しちゃダメなのよ、そもそも。家族の喧嘩だとはいえね、包丁持ち出したりとかさ、たまに聞くじゃないですか、そういう人がいるみたいな、ね、誰かの元カノとかね、僕なんですけど、というわけでね、ほんといつ間違いが起こるかわからないんで、脅しのつもりでも絶対に包丁とかね、そういう武器を持ち出すのは皆さんやめてください。両親を殺害してしまったウィリアムは自分のしたことを受け止められず、そこから1時間ほどソファーに突っ伏して泣いていました。しかし彼はその後すぐに思い直し、両親の遺体を裏庭へ埋めたんです。そして他の家族や近隣住民には次のように説明しました。父さんと母さんはワイオミング州のおじいちゃんのところへ旅行に行ったよ。そうしてウィリアムは反対されていたドライブデートにも出かけ、その後何事もなかったかのように過ごしていたんです。しかし2週間後、学校から帰ったウィリアムは想定外の事態に言葉を失います。ウィリアム、お父さんとお母さんはどうしたんだ？そう、その日自宅を訪ねてきたのはワイオミング州で暮らしている祖父。周囲に両親の行き先を祖父の家だと説明していたウィリアムは、このことでついに言い逃れできない状況に追い詰められるんです。こうして迎えた1958年10月11日、警察に出頭したウィリアムは両親の遺体の場所を自白。遺体が発見されたことで逮捕され、2件の第2級殺人で終身刑を言い渡されます。ちなみに2週間何事もないように振る舞っていたウィリアムですが、本心は両親を殺してしまったことで気が気じゃなかったと言います。ドライブデートの際も大好きな彼女の話や一緒に見た映画の内容はまるっきり頭に入ってこなかったと彼は語っているんです。そんなにずっとは隠し続けらんないわね。でもこの後ウィリアムは脱獄しちゃうわけでしょ。そうなんですけど、その脱獄方法もすごくてですね、映画顔負けの脱獄方法だったと言われているんです。最も華麗な脱獄。ウィリアムが刑務所へやってきてから8年後の1967年、ウィリアムは今日も音楽室か？ああ、あいつのサックスはかなりの腕前だもんな。シャバに出たらミュージシャンにでもなるんじゃないか。そう、ウィリアムはもともと地元オマハの高校に通いながら様々なバンドで演奏していたサックス奏者。彼の演奏は聞き応えがあると刑務所内でも評判だったんです。そして刑務所職員がシャバに出たらと話しているように、ウィリアムには今後の仮釈放への可能性も噂されていました。刑務所へ来てから8年間、彼は模範囚として刑を全うし、十分に更生できていると考えられていたんです。事件が起きたのはそんなある日のこと。1967年7月14日の深夜、ネブラスカ州立刑務所の敷地内にひっそりと響いたその金属音は、窓にはめられていた鉄格子が外れる音。ほどなくして署内にある音楽室の窓から姿を現したのは、ウィリアムとその仲間の囚人ジェームズ・ハーディング。頑丈に設置されているはずが簡単に外れてしまったその鉄格子には、長い時間をかけて削られた切り口が残っていた。そして地上へ飛び降りると、設置されているフェンスへ向かって走り出したウィリアムとジェームズ。有刺鉄線だ、気をつけろ。そう言って仲間のジェームズに注意を促したウィリアム。彼は着ていたシャツを有刺鉄線に巻きつけ、難なくそのフェンスを乗り越えてみせた。そのままウィリアムとジェームズはフェンスの向こうで待っていた車へと飛び乗る。さすがだぜウィリアム。ウィリアムの鮮やかな身のこなしに簡単の声を漏らしたジェームズ。二人を乗せた車はそのまま夜の闇へと消えていく。刑務所の中のベッドには彼らの身代わりが残されており、翌朝までこの脱獄は誰にも気づかれなかった。ウィリアムも長い時間かけて鉄の格子を削ってたってこと？そうなんです。ウィリアムはね、模範囚だったんで、いろんなことしてもね、特に怪しまれなかったんですよ。信頼の積み重ねってすげえなと思いますよね。ウィリアムと仲間のジェームズが脱獄する数週間前、二人は新聞広告を通じ、最近釈放された元受刑者にこんな連絡をしていました。ノコギリの刃とゴムマスクを2枚用意してほしい。間もなく元受刑者は約束の品が入った筒を刑務所の敷地に投げ入れ、ウィリアムとジェームズがそれを回収。ウィリアムはここからノコギリの刃を持ち、署内の音楽室で窓の鉄格子を徐々に削っていったんです。サックスの名手として知られていたウィリアムのこと、長く音楽室で作業をしていても怪しまれることはありませんでした。その後、削った鉄格子はチューイングガムで接着し、脱獄の日までバレないようにカモフラージュ。そして脱獄当日の1967年7月14日、二人は元受刑者から手に入れたゴムマスクを自分のベッドに設置し、あたかも自分が寝ているかに装った上で脱獄を図ったんです。その結果、ウィリアムとその仲間ジェームズの脱獄は誰にも知られずに成功。その華麗な手口から関係者の間ではこう囁かれていました。まるでアルカトラズの脱獄じゃないかと。アルカトラズって昔やったわよね。そうですね。ただね、見ていない方もね、おられると思うのでね、よかったらアーカイブもね、ぜひ見てください。というわけで本日のメトラーキーワード、アルカトラズの脱獄について。
アルカトラズ連邦刑務所はサンフランシスコ湾のアルカトラズ島に建てられた絶対に脱獄不可能とされていた刑務所。1962年にこの刑務所からの脱獄を成功させたのがフランク・モリスとジョン・エングリン、クラレンス・エングリンの3人でした。3人は約2年をかけて壁に穴を掘り、さらに刑務所内のありものでイカダを作り、アルカトラズ島を脱出。その際、刑務所のベッドには自分たちに似せて作った人形を置いて看守の目を欺いたといいます。FBI は1979年まで3人の行方を追っていましたが、その足取りは一向につかめず、結局は島を出た後に岸にたどり着けず、溺死したものと判断されることに。絶対に不可能とされたアルカトラズの脱獄と対比されるほどの見事な脱獄を成し遂げてしまったウィリアムとジェームズ。翌朝、脱獄が発覚した頃には2人はすでに約700キロも離れたイリノイ州シカゴまで到着しており、警察が行方を追うことは困難な状況となっていました。ただし仲間のジェームズに関しては約1年後にシカゴの街で逮捕されることに。そして逮捕されたジェームズは依然として行方不明になっていたウィリアムについて次のように語ったんです。ウィリアムは脱獄の後シカゴについて数日でレストランの職を見つけてたな。それからその時にはもう彼女ができたって言ってたぜ。ジェームズ、君は君の人生を手に入れるんだ。シカゴへ着いて数日後、ウィリアムは仲間のジェームズにそう告げた後、彼の前にもう二度と姿を現さなかったといいます。脱獄して数日で職も見つけて彼女もできるって、一体どうやってそんなことできんのよ。なんか遠慮とかねえのかなって普通に悠々自適と生活しとるやんってなっちゃうんですけど、なんでかっていうとウィリアムはシカゴの街で普通に暮らすことがね、警察の目を欺く有効な方法だと考えたんです。この後ね、警察の目を欺き続けて、なんと生きてる間ずっとバレなかったウィリアムだったんですけど、一体どんな方法で警察の目を欺き続けたんでしょうか。一生逃げ切った男。脱獄後、シカゴの街へやってきたウィリアムは何らかの方法で出生証明書を偽造、運転免許証、社会保障カードなどを作り、ジョン・デイモンの名でレストランのコックを務めるようになります。そしてここで出会ったのが恋人のジャンヌ・ブービア。ウィリアムの勤め先のレストランでウェイトレスとして働いていた女性でした。ここまでが脱獄からわずか数日の話。ウィリアムは瞬く間にシカゴの一市民として街に馴染んでしまったんです。すげえなこいつ。そして約5ヶ月後の1967年11月25日、ウィリアムはその日、引っ越したばかりの新居で4人の子供たちに囲まれていました。今日から俺はみんなのパパだ。もう何も心配はいらないからな。そう、ウィリアムはこの日、恋人のジャンヌと結婚。ジャンヌはもともと4人の子供を持つシングルマザーだったため、彼はいきなり4児の父となったんです。ウィリアムとジャンヌは夫婦揃って音楽好きだったため、自宅にバンド仲間を集めて演奏を楽しむこともしばしば。4人の子供たちもそんな愉快なママ父との日々を楽しんでいたといいます。ただ、後から考えてみれば、彼らの父となったこともウィリアムにとっては単なるカモフラージュだったのかもしれません。そう、ウィリアムが脱獄のわずか5ヶ月後に4児の父になっているなどとは誰も思いもしないからです。この手際の良さはちょっと感心するレベルね。ここまで徹底して普通の父親演じてたら誰も脱獄犯殺人犯だなって思わないわよね。しかもこのウィリアムですね、警察への見つからないアフターケアもすごくて、かなり入念なことをしてるんですけど、一体何をしていたんでしょうか。脱獄から2年後の1969年、ウィリアムはオハイオ州シンシナティへ転居。脱獄したネブラスカ州からより遠く離れることで警察の追跡を逃れようとしていました。さらに警察を撹乱するためのウィリアムの行動は単にこの引っ越しだけにとどまりません。実はシンシナティへの転居と同時にウィリアムはブラジルに入国した形跡を残しているんです。そう、その年のブラジルの入国書類には確かにウィリアム・レスリー・アーノルドの名が記されていました。しかしブラジル当局によれば実際にウィリアムがブラジルを訪れていた事実はなく、なぜ入国書類に名前が載っていたのかも一切不明。このほかなぜかカナダからカリフォルニア州へウィリアムの名義の手紙が送られていたことも。このようにウィリアムはアメリカ国内で過ごしながらも何らかの方法で自身が国外にいるかのように見せかけていたというんです。さらにウィリアムが警察の動きを敏感に察知していたことを示す次のようなエピソードもあります。1971年、ウィリアムはこの年フロリダ州マイアミへ転居。この時高校3年生だった長女デボだけはシンシナティに残っていたというんです。そんなある日のこと、突然の来客に長女デボが扉を開けると、そこに立っていたのは2人の男性。男性らはデボの姿を見るなりこう切り出しました。こんにちは、我々は FBI です。そう、ウィリアムが引っ越して間もなく FBI 捜査官が自宅を訪れ、長女に彼のことを尋ねたというんです。そして長女デボは家族が引っ越す直前、母ジャンヌからこう言い聞かされていました。警察が来てもお父さんの居場所は絶対に教えちゃダメよ。そのためデボは FBI 捜査官に何を聞かれてもわからないと答え、彼らもその場は諦めて帰っていったというんです。ウィリアムは FBI が来るって分かってて引っ越したってことだとしたらめちゃくちゃ頭切れるじゃない。やっぱり伊達じゃないわね、一生捕まんなかったってのも。この後もね、ウィリアムは脱獄犯であることを隠し続
続け、裕福な暮らしをしていたんです。しかし、彼は果たして本当に幸せだったと言えるんでしょうか。1978年2月、ウィリアムは約10年の結婚生活を終え、妻のジャンヌと離婚。ウィリアムはマイアミへ引っ越してから、コスタリカへ引っ越そう、みんなでハワイに住もうとしきりに家族に転居を提案しました。そうやって何度となく国外への転居を提案する夫に、妻ジャンヌはついに愛想が尽きてしまったんです。ここからウィリアムは単身カリフォルニア州ロサンゼルスの郊外に引っ越し、自動販売機や薬品、楽器などのセールスに従事。1983年には別の女性と再婚し、新たに娘と息子が生まれます。その後、彼はニュージーランドを経てオーストラリア・ブリスベンへ移住。この後ウィリアムはその居場所は一生悟られることもなく、2010年69歳にその生涯を終えることに。息子ルーカスは父ウィリアムとの日々について次のように語ります。父が腕のいいサックス奏者だったことは知っていましたが、実際に楽器を触っている姿を見たのは、僕がジャズピアノのワンフレーズを弾けずに悩んでいた時のあの一度だけでした。オーストラリアに来てからあれだけ好きだった楽器には一度も触れなかったウィリアム。ひょっとすると彼は腕のいいサックス奏者だと噂が広がることさえも自分の正体特定のきっかけになると怯えていたのかもしれません。そしてウィリアムがその生涯で何より後悔していたことは、おそらく脱獄したことでも、度重なる転居で家族を振り回したことでもありません。最初の妻の長女デボはママ父ウィリアムとの思い出を次のように語っているんです。あの人はよく夜中に悪夢を見るようで、しょっちゅううなされていました。今思えば両親を殺してしまったトラウマに悩まされていたのかなと思います。この他ウィリアムは時折異様なほどに厳格な家族ルールを作り、子供たちを厳しく叱ることも。ウィリアムが16歳当時、恋人との交際を認めず、全て自分の言いなりにさせようとしていた母と同じように、ウィリアムが子供たちに唯一語った俺はシカゴの孤児院で育ったという過去。彼は単に出生をごまかすためでなく、両親を自分の手で殺めてしまったトラウマから逃げるため、自分はもともと孤児だったと言い聞かせていたのかもしれません。まともな人間ならそうだと思うけど、逃亡生活を送りながらもやっぱり両親を自分の手で殺しちゃったってことは、頭から離れずに残ってたってことよね。なんか脱獄犯って過去を犯した罪を償いきれてないから、その罪の意識に苛まれたりね、例えばなんかご飯食べててもずっとこっち見てる人いたら、あれって警察なんじゃないかみたいなさ、ずっと疑い続けながら、すっげえ息苦しいじゃないですか。彼に限らないんですけど、ちゃんと罪償ってから外に出た方が幸せだったのかもしれないですよね、それは。2021年3月、ウィリアムの長男ルーカスとコンタクトを取ったマシュー保安官代理はオーストラリアクイーンズランド州の墓地を訪れました。ウィリアムの行方を追っていたマシューはここでそのお墓に手を合わせ、長きにわたる捜査に終止符を打ったんです。この時マシューはウィリアムの家族に対し次のように語りました。見つかったのが亡くなった後で良かったのかもしれません。父が逮捕されて悲しむ家族の姿は見たくありませんから。そしてウィリアムに育てられた息子ルーカスは次のように語ります。父さんの過去は衝撃的なものでしたが、僕はそれを知れて良かったと思っています。どんな過去があろうと父さんが僕を懸命に育ててくれたことに変わりはありませんから。